今回の主人公は連合艦隊司令長官山本五十六です。鉛筆を食べられるわけがないと言われ、本当に食べてしまった少年がいた。その負けず嫌いが後に国の運命を背負うことになります。それでは前半をどうぞ。ある日、子供たちが集まって遊んでいた。一人の少年に向かって誰かがからかうように言った。鉛筆を食べるのは無理だろうと。少年は何も言わず、その鉛筆を口に入れ、本当に食べてしまった。周囲は唖然とした。この少年こそ後の連合艦隊司令長官山本五十六だった。山本五十六、旧姓高野五十六は1884年4月4日、新潟県長岡に生まれた。旧長岡藩士高野貞義の六男だった。父がその時56歳だったことから五十六という名が付けられた。長岡藩は幕末の戊辰戦争で激しく戦った藩だった。祖父はこの戦いで命を落とし、父と兄たちも各地を転戦し傷を負っていた。戦いと無縁ではいられない血筋の中に五十六は生まれ落ちた。少年時代の五十六は負けず嫌いである一方、米国人宣教師の下で聖書を学ぶような知的好奇心の強い一面も持っていた。長岡中学校を経て海軍兵学校を受験した。入学の面接で教官から信念を問われた五十六はこう答えたという。痩せ我慢と簡潔で、しかし五十六という人間をよく表す言葉だった。1904年、五十六は海軍兵学校を11番という成績で卒業した。卒業直後、日露戦争が始まった。1905年、日本海海戦で五十六は重傷を負い、左手の指を2本失った。21歳の時のことだった。その後、五十六の人生にもう一つの転機が訪れる。会津で西軍に捕らえられ、降伏を拒んで惨殺された長岡藩の家老山本帯脇。その名門山本家の家督を五十六は1916年32歳で継ぐことになった。ここから高野五十六は山本五十六と名乗るようになる。1919年、35歳の山本はアメリカ駐在を命じられ、ハーバード大学に留学した。アメリカの広大さ、産業の力、社会の仕組みを山本は肌で学んだ。1925年には駐米大使館付部官として再びアメリカへ渡った。石油、自動車、航空機、アメリカの生産力を山本は徹底的に調べ上げた。この経験が山本の中に他の海軍軍人にはない国際感覚を育てていった。アメリカという国の底力を知る数少ない日本人、それが山本だった。帰国後、山本は砲術から航空へと専門を移した。自ら航空機の操縦も学び、日本海軍の航空発展に深く関わるようになる。当時の海軍は巨大な戦艦同士がぶつかり合う艦隊決戦こそが戦争の勝敗を決めると信じていた。いわゆる大艦巨砲主義だ。しかし山本は早くからこう確信していた。これからの戦争を決めるのは戦艦ではなく航空機だと。空母と航空機による機動部隊の時代が来る。多くの海軍軍人が時代遅れの考えに固執する中、山本だけが先を見ていた。山本の人柄には独特の自制と遊び心が同居していた。酒はほとんど飲まず、好きだったタバコも後にきっぱりとやめた。その一方でトランプ遊びには目がなかった。ポーカーもブリッジも山本にかかれば玄人裸足の強さだったという。部下の一人はこう証言している。
山本に半年も使えれば誰もが一体感を持つようになる。もし山本が危険にさらされたら反射的に命を捨てて守るだろうと。厳しさと親しみやすさを併せ持つ、そんな指揮官だった。1936年11月、山本は海軍次官に就任した。翌年から日本はドイツやイタリアとの同盟をめぐる議論に揺れ始めていた。山本は海軍大臣の米内光政、軍務局長の井上整備とともに日独伊三国同盟の締結に最後まで強く反対し続けた。英米との関係が悪化すれば戦争は避けられなくなる。その懸念を山本は誰よりも強く持っていた。しかし山本たちの反対は対案を伴う積極的なものではなかった。陸軍と外務省の圧力の前に海軍の抵抗は次第に押し切られていった。1940年9月、日独伊三国同盟は締結された。山本が恐れていた方向へ日本は一歩ずつ進み始めていた。鉛筆を食べた少年が海軍の中で航空の未来を見抜いた。戦争を避けようとしたこの男に次に与えられた役職は、皮肉にもそれは連合艦隊司令長官という地位だった。三国同盟の締結から間もなく、山本五十六は連合艦隊司令長官に任命された。しかし山本自身にとってこれは決して望んだ地位ではなかった。後の兵学校同期の集まりで山本はこう漏らしている。仮に手柄を立てて褒められることがあっても、それは時間時代に油をためた苦労に勝ることはなかろうと。表舞台の華やかな役職よりも地道に準備を重ねた日々を山本は誇りとしていた。司令長官就任にあたり、山本は自宅で新聞記者を前に普段飲まない酒を飲んだ。そして連合艦隊司令長官としての最善を尽くす決意を語った。三国同盟に反対し続けた男が皮肉にも対米戦争を率いる立場に立たされた。1941年、日米関係はもはや後戻りできない段階まで悪化していた。開戦は避けられない。その現実を前に山本は腹をくくった。山本が立案したのがハワイの真珠湾を奇襲する作戦だった。山本の狙いは単なる軍事的な勝利ではなかった。開戦直後に敵の主力艦隊を徹底的に叩き、アメリカ国民の戦意そのものをくじいてしまうこと。それが山本の本当の計算だった。しかしこの作戦には海軍内部からも強い反対があった。第一航空艦隊参謀長の久坂龍之介は大西滝次郎と共に山本の元を訪れ、危険すぎる作戦だと反対論を展開した。山本はこう答えた。ハワイ奇襲作戦は断行する。無理や困難はあろうがやるんだという積極的な考えで準備を進めてもらいたいと。さらにこう続けた。僕がポーカーやブリッジが好きだからといって投機的だなんて言うなよと。大西はその言葉に折れ、久坂を横目に山本とポーカーを始めてしまった。唖然とする久坂に向かって山本は诰問まで見送りながらこう言った。真珠湾攻撃は最高指揮官たる私の信念だ。どうか実現のために全力を尽くしてくれと。1941年12月8日、真珠湾攻撃は実行された。作戦は成功し、日本中が熱狂した。しかし山本自身はこの戦争の行く末を誰よりも冷静に見つめていた。半年や1年は暴れてみせる。しかしその先の見通しは立たない。そう周囲に語っていたとも伝えられている。1942年、山本はミッドウェー作戦を強行した。
部下の山口多門や源田実から戦力を立て直すべきだという反対が出たが、山本ら連合艦隊司令部はすでに決まったことだとしてその声を退けた。結果、ミッドウェー海戦で日本は主力空母を失う大敗を喫した。戦局はここから少しずつ傾き始めていく。それでも山本は最前線に立ち続けることをやめなかった。部下を育てるとき、山本はこういう言葉を残している。やってみせ、言って聞かせて、させてみて、褒めてやらねば人は動かじと、自ら手本を示し、部下を信じて任せる。それが山本の流儀だった。1943年4月、山本はソロモン諸島の前線基地を視察する計画を立てた。部下たちは危険すぎると視察の中止を強く進言した。しかし山本は聞き入れなかった。几帳面な性格の山本は出発の時刻も飛行ルートも予定通りに準備させた。その正確さが結果として命取りになる。山本の視察日程を知らせる暗号電報はアメリカ軍に全て傍受されていた。暗号はすでに解読されていた。アメリカ太平洋艦隊司令長官のニミッツはこの機会を見逃さなかった。ガダルカナルから出撃した P38 戦闘機の編隊がブーゲンビル島上空で山本の乗る一式陸上攻撃機を待ち伏せした。1943年4月18日午前7時過ぎ、戦闘機が襲いかかった。山本の乗った一番機は機体を撃ち抜かれ、火を吹きながらジャングルへ墜落した。山本五十六、戦死。59歳だった。真珠湾を成功させ、日本中の希望を背負った男が暗号を見破られたまま空の上で命を落とした。この知らせはしばらく国民に伏せられた。発表された時、日本中に大きな衝撃が走った。山本の以外は国を挙げて送られ、国葬が執り行われた。三国同盟に反対し、対米開戦に反対しながら、結局はその開戦を主導する立場に立たされた男。山本五十六という人間の生涯には矛盾と覚悟が同時に刻まれている。戦争を避けたいと願いながら、戦うと決まれば誰よりも本気で戦った。その姿勢をどう評価するかは今も歴史家の間で意見が分かれている。ただ、やってみせと言って部下を信じたあの言葉だけは軍人の枠を超えて今も多くの人の心に残り続けている。山本五十六、59年の生涯でした。戦争に反対しながら開戦を主導した男の矛盾の話。やってみせという言葉をどう受け止めるかは聞く人次第です。それでは次回の主役でお会いしましょう。